よし。それでは、ぼちぼち始めていきたいと思います。はい、記念すべき第4回ですね。今回はですね、ネットフリックスドラマの地面師たちというものが最近人気なんですけれど、その魅力を解説していったりとか、実際の事件との違いについてもですね、皆さんに解説していけたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それではですね、はい、今回はですね、改めてにはなるんですけれど、ネットフリックスのドラマでですね、ランキングで現在1位になっている地面師たちを、新庄明成がですね、紹介していきたいと思うんですけれど、はい。実際のそのネットフリックスのドラマを見てみれば、その方が一番早いんですけれど、それだけだとね、味気ないし、僕もちょっとだけですね、感動しているので、喋りたいのでですね、ぜひ少しだけ感想についてお付き合いいただければなというふうに思います。なるべくネタバレについてはですね、しない方向性でいきたいと思うので、はい、まだ見てない人もですね、安心して見ていただければと思います。はい。それでは、はい、ネットフリックスドラマ地面師たちの魅力をですね、90年代のすべてをオタク趣味で捧げてきた新庄明成が解説していきたいと思います。まずはですね、いくつかその魅力っていうのが、見どころっていうのがあって、大きく3つに分けられるんですけれど、はい、1つ目はですね、まず、地面師たちはめっちゃキャストが豪華なんですね。キャストが豪華で魅力的というところでですね、例えば、主演ではですね、綾野剛さんと豊川悦司さんが、主演を務めてるんですけれど、その脇を固める、キャストとしてはですね、ピエール滝さんですとか、北村和樹さんとか、リリー・フランキーさんとか、小池栄子さんとか、悪い人を演じるのが、上手い人たちが大集合しているかと思います。綾野剛さんはですね、相変わらず、いつも、魅力的ですし、淡々と演技している中でですね、やっぱり強く引きつけられる何かがありますね。一部そのドラマの中ではですね、ホストクラブに潜入して、挙動不審の青年を演じてみたりとか、演じる役柄もかなり幅があって、すんごい素晴らしいですね。はい。で、もう一人の主演である豊川悦司さんですね。この人は、ただひたすらにめっちゃ怖いです。こんなに怖い豊川悦司さんですね。見たの初めてですね。それでピエール滝さんも、いつも通り、いや、悪い人を演じてますし、北村和樹さんも、ドラマのそのここぞという時にですね、かなり盛り上げてくれますね。で、リリー・フラッキーさんについてはですね、映画凶悪では、殺人者側だったんですけれど、今回は地面師グループを追う立場で、年配の刑事の役を好演してますね。で、その刑事の相棒を務めるですね、池田エライザさんについては、原作には出てこない、リリー・フランキーさんの相棒役になるんですけれど、この人もですね、すごく良かったですね。可愛らしいだけじゃなくて、格闘シーンも、実際ちょっと演じて出ましてですね、池田エライザさんは呪術好きということでですね、シンパシーも感じていたんですけれど、今回、ドラマで見てみて、ますます好きになりました。あと忘れてはいけないのがですね、やっぱり地面師グループにはめられる被害者としてはですね、山本浩二さんがめっちゃくちゃ良かったですね。はい、今回山本浩二さん被害者になるんですけれど、もう被害者となる前からギラギラ感がめちゃくちゃすごくてですね、本当に敏腕のサラリーマンというか、まさにそのギラギラ感がですね、すごいハマり役でして、山本さんのその、ギラギラ具合というか、イケイケ具合というか、この地面師グループにはめられた時の、その表情の落差がね、ほんとあまりに可哀想すぎて、僕は正直見てて結構トラウマになりましたね。直接その血が出るようなその描写なんてのはないんですけれど、もうその山本さんがはめられた時の、もうこの時のですね、演出も相まって、もうとんでもなくいたたまれなくて、山本さんがもうかわいそうでかわいそうで、山本さんが実際に詐欺にあったわけじゃないんですけど、山本さんが演じてる、人がですね、かわいそうでかわいそうで、山本さんのその表情やリアクションがもう頭にこびりついてて、その日、正直眠れなくなりました。自分が山本浩二さんの立場だったらと思うと、もう吐きが止まらないですね。地面師たちって、ホラー映画とか恐怖ドラマではないんでしょうけれど、山本さん、地面師詐欺にあったと気づく時のシーンはですね、
正直僕、2024年に見たドラマや映画の中ではですね、ベストトラウマシーンになってます。はい。今思い出しただけでもね、軽く吐きそうになります。で、これも忘れちゃいけないと思うんですけど、地面師たちの、監督は、大根仁さんという方が、監督務めてるんですけれど、この人って、モテキとかバクマンとか、楽しい映画の僕は監督っていうイメージだったんですけれど、今回、もうおっかなくてスリリングな、ドラマだったので、こんな、ね、もうなんかトラウマになるような、ドラマも撮れる方なんだなと思って、改めて感心しました。はい、びっくりしましたね。地面師たちは、おそらく大根監督のですね、代表作の一つに必ずなると思います。というかもう、僕自身はですね、大根監督の作品を全て見たわけじゃないんですけれど、今回最高傑作と言っても、過言ではないんじゃないかなっていうふうに思いますね。あ、はい、話がそれなんで、またキャストの話に少し戻りますね。最後に小池栄子さんなんですけれど、小池栄子さん。はい。この人も、はい、いいですね。いいね、いいねばっか言っちゃってちょっと申し訳ないんですけれど、小池栄子さんはですね、今までなんか特に何か意識して、僕、ドラマとか映画とか見てきたことはなかったんですけれど、こんなに上手な方だったなんてびっくりしました。小池栄子さんはですね、劇中であることがきっかけで、海女さんを演じることになるんですけれど、海女さんという方がですね、こんなにも美しい、方だったなんてっていうふうに思って、これも初めての経験でした。うん。僕ははい、なんか小池栄子さんにですね、何か不思議な扉を開けられてしまったような感がありますね。あんまりネタバレになると、まずいので詳しく言えないんですけれど、小池栄子さんのね、海女さんを演じた姿は、めっちゃ神々しくて美しいですね。はい。はい、キャストの話だけでお話が終わってしまうと、ちょっとね、いけないので、次の、地面師たちの魅力のその解説に行きたいと思うんですけれど、2番はですね、やっぱり実際に記憶に新しいですね、実際にあった事件を元ネタとしてるっていうのが、かなり大きいのではないかなと思います。実は地面師たちの原作小説っていうのが、そのまま同じタイトルで地面師たちというんですけれど、この小説自体がですね、2017年に起きた積水ハウスの地面師先事件を題材にしてまして、この事件では大手在宅メーカーの、ご存知の通りね、積水ハウスが地面師グループに土地の購入代金としてですね、なんと55億5000万円も騙し取られてしまったという事件なんですね。で、この実際にあった事件ですね、実話とドラマの違いとしては、積水ハウスの地面師詐欺事件については、実際には東京都の品川区の西高段々にあるですね、旅館で海機関というところのですね、跡地をめぐって、起こった事件になります。海機関はですね、およそ2000平方メートルで、2000平方メートルほどの土地なんだけですけれど、五反田駅から徒歩数分ですから、最上級の一等地としてですね、不動産ブローカーの間でもこの土地はかなり有名でして、土地の所有者はね、事件があった時は入院中でして、その、竹田正美さんという当時64歳だった女性がですね、こちらがなりすましの被害に遭いまして、地面師グループはですね、必要な書類を偽造して、積水ハウスに土地の売却を持ちかけたわけですね。で、そこでですね、総額63億円を騙し取られまして、マンション購入費を差し引いた55億円ほどの詐欺に積水ハウスは遭ってしまうことになります。で、この事件のね、あのーま違い、実際の実際に起きた事件と、この地面師たちの原作の違いというのは、こちらが3番目の、魅力の、魅力になるんですけれど、実際のその事件と比べてですね、かなり、スケールが違うんですね。実際のその地面師たちのドラマとその事件の違いとしてはですね、一番大きなのは、大きい、違いというのは被害金額ですね。これ、ドラマですと、実際の詐欺被害の金額は、約2倍の112億円と、もうスケールがとんでもないことになってます。また、舞台も違ってまして、ドラマの方で狙われるのは、高輪のゲートウェイ付近のお寺でして、こちらは土地の所有者も旅館の経営者から甘そうに変わってますね。で、ここで小池栄子さんが関係してくるわけなんですけれど、こんなにもね、美しい小池栄子さんを僕は見たことがなかったですね。ぜひ小池栄子さんが素晴らしい活躍をするので、ファンの方もそうでない方もぜひ見てみてほしいですね。
はい、それと、あとは原作のその実際の事件の違いといえば、やはりスケールが大きいだけあって、まあ、ドラマではかなり人が亡くなってしまうんですよ。うん、100億以上のやっぱりお金が動いているので、人がたくさん死んでしまうということは、まあ仕方ないとまあ言うと語弊があるとは思うんですけれど、まあでも、かなり大きな、まあ額が動いてますからね。だから、ドラマですと、まあ結構な人が、まあ亡くなってしまうんですけれど、実際の地面師たちが起こす事件でもね、まあ、人が亡くなったというのは、まあ、あまり聞かないんですけれど、もしかしたら陰で、まあ、発覚してないだけで、もしかしたら人がゴロゴロ亡くなっているという可能性もあるのかもしれないですね。そう考えると、かなり背筋が凍る思いなんですけれど、またですね、地面師グループのリーダーで、豊川悦司さんが演じたハリソン山中、まあ、この人、ほんと怖い人なんですけれど、この人にはモデルがいまして、それがカミンスカス功さんという方なんですけれど、この人と牛田マイク氏というその人の二人になるんですけれど、この二人は現在警察に捕まっているみたいですね。ドラマの地面師たちはですね、まあ警察に捕まるのか、まあ捕まらないのかというのはやはり、まあそれとも逃げおせてしまうのかというのはですね、まあこれはドラマを見てのお楽しみにしてほしいんですけれど、はい、ドラマの地面師たちの面白いところはですね、やっぱり群像的に書かれているので、地面師グループの詐欺に遭う被害者のその目線と、被害者をはめて100億円以上の金額を騙し取ろうとする地面師グループの目線と、どちらも体験できるところになるかと思います。まあ、これが4つ目の魅力になるかと思うんですけれど、やっぱりその実際のね、地面師のそのグループのその詐欺というのを、私たちも、まあ、目撃者として、あるいは、感情移入する、その実際に参加している人としてですね、まあ、このドラマですと、実際にその、まあ、疑似体験ができてしまうというところですね。まあ、被害者の目線で見たらですね、山本浩二さん側の目線で見れば、まあ、なんとか騙されずにね、取引を終了させてほしいっていうふうに思わせてくれますし、ただ、今度、地面師グループのですね、まあ、側として見る場合はですね、綾野剛さんですとか、東川悦司さんですとか、ピエール滝さんとか、そういった人のですね、側に立って感情移入して、計画を練ってですね、まあ、実行に、際してですね、起こっていく様々なトラブルを解決して、見事、まあ、詐欺にはめてしまうという、そういった体験をですね、まあ、経験できるのが素晴らしいのではないかなと思います。まあ、もちろん、地面師詐欺はですね、決して許されない犯罪なんですけれど、でも、まあ、その一方でですね、オーシャンズイレブンのような、まあ、チームでの、まあ、回答というようなですね、スリリングな楽しさみたいなものですとか、まあ、冒険についてはやはり魅力的で、やがて来るだろうですね、裁きの時間も含めて、十分に楽しませてもらったかなというふうに、思います。地面師詐欺のスリルと、まあ、その行いにはですね、必ず代償があるということで、まあ、そういったその恐ろしさも一緒に体験することができるので、まあ、こういったところもですね、まあ、地面師詐欺、まあ、こういうその、新しい詐欺ですね。まあ、こういったものに、興味のある方はですね、ぜひ見てみてほしいなっていうふうに思います。で、まあ、最後にですね、まあ、ドラマですと、まあ、いいとこで終わるんですけれど、地面師たちのドラマの続編は出るのかなというところで、まあ、ちょっと予想したいなというふうに思うんですけれど、これについては、まあ、ドラマの続編が出るかどうかというのは、まあ、今のところはわからないと思うんですけれど、ただ、原作小説の続編は実はありまして、地面師たちというその原作の小説はですね、新庄光さんというその、まあ、方が書いてるんですけれど、この原作の小説が2024年の7月、まあ、つまり先月ですね、地面師たちファイナルベッツというそのタイトルでですね、先月7月に出版されたばかりでして、まあ、ここでも豊川悦司さんがドラマで演じたハリソン山中が出てくるので、もしかしたらですね、ドラマでも続編ができるかもしれないですね。はい。まあ、ドラマの続編が出たら、もちろん僕絶対見ますね。はい。はい。さて、いかがでしたでしょうか？今回ですね、ドラマの地面師たちの連日ですね、ネットフリックスのドラマランキングで、まあ、1位を取っているような、まあ、本当に素晴らしいドラマだったんですけれど、まあ、こちらですね、まあ、内容が本当に素晴らしすぎて、スリルやそのサスペンスがすごすぎるので、一度見たら一気見確実だと思います。もし興味がある人はですね、ぜひ見てみてください。犯罪ドラマの最先端を目撃することができるかと思います。はい。
それでは、長くなっちゃったんですけれど、ご清聴いただきましてありがとうございます。今回これでお話終わりなんですけれど、もし面白いと思っていただけたら、チャンネル登録してですね、またお会いできたら嬉しいです。次は、はい、ケンガンシュラを解説しようかなとか、芥川賞をね、取った東京都道場島をですね、解説しようかちょっと迷ってるんですけれど、どっちにするかはまだ未定でございます。はい。でもまた次の解説で近いうちに会いましょう。それでは、ごめんなすって。